こんにちは。ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があればチャンネル登録やコメントなどお待ちしています。今日は月3万円は案外すぐに作れますというテーマでお話ししていきます。毎月あと3万円あれば生活がかなり楽になる。そう感じている人は少なくないと思います。月3万円あれば食費の一部を払えます。家賃の一部にもなります。毎月3万円を貯金できれば1年間で36万円になります。急な出費に備えたり、旅行へ行ったり、投資へ回したりすることもできます。でも、月3万円を増やそうとすると、多くの人は最初に収入を増やそうとします。残業をする、アルバイトを増やす、副業を始める、資格を取る、転職する。もちろん収入を増やすことは大切です。ただ、毎月3万円を作る方法は収入を増やすことだけではありません。毎月自動的に引き落とされている請求を3万円分減らせば、家計に残るお金は収入が3万円増えた時とほとんど同じように増えます。しかも、新しく3万円を稼ぐためには、毎月働き続ける必要があります。一方で、固定費は一度見直せば、翌月以降も自動的に支出が減ります。一度の手続きで毎月数千円、場合によっては毎月数万円の余白が生まれます。この違いはかなり大きいです。ただし、最初に期待値を調整しておきます。すでに家計をかなり整えている人が誰でも月3万円を削減できるわけではありません。家賃も通信費も安く、保険やサブスクにもほとんど加入していない人なら、削れる金額は小さいと思います。反対に、これまで固定費をほとんど見直していない人なら、月1万円から3万円ほどの余白が隠れていることは十分にあり得ます。今回の目的は、絶対に3万円削ることではありません。自分が気づかないまま払い続けている請求を見つけて、その中から必要のないものを捨てることです。僕は固定費を毎月の請求書だと考えています。家賃、保険料、通信費、サブスクリプション、会員費、ローン、車の維持費。これらは自分が毎回財布を開かなくても自動的にお金を持っていきます。コンビニで500円使ったときは無駄遣いをしたという感覚があります。外食で3000円使ったときも今日は少し使いすぎたと自覚できます。でも固定費は違います。毎月自動的に引き落とされるためお金を使っている感覚が薄くなります。給料が入ったと思った瞬間にいつもの請求が差し引かれ、気がつけば残高が少なくなっています。だから貯金できない人が最初に見直すべきなのは毎日の小さな楽しみではありません。毎月繰り返される契約です。今回は毎月の請求を捨てて家計に余白を作るための順番を5つに分けてお話しします。1つ目は使っていない契約を捨てることです。固定費を見直すときに、最初から家賃や車のような大きなものに手をつけるとかなり大変です。引っ越しにはお金も時間も必要です。車を手放すには生活そのものを変える必要があるかもしれません。そのため、まずは今日からでも止められる契約を探します。動画配信サービス、音楽配信サービス、漫画の読み放題、オンラインサロン、スポーツジム、アプリの有料プラン、ソフトウェア、クレジットカードの年会費、定期購入している食品や日用品。一つ一つの金額はそこまで大きくないかもしれません。月額500円、月額980円、月額1500円。このくらいならまあいいかと思いやすいです。でも、月1000円の契約が5つあれば月5000円です。年間では6万円になります。そして問題なのは金額だけではありません。契約しているサービスは
使わなければ損だという気持ちまで作ります。せっかく動画サービスに入っているから何か見なければいけない。ジムにお金を払っているから行かなければいけない。漫画のサブスクに加入しているから読まなければいけない。お金を払っているだけではなく、未来の時間まで予約されています。僕ならサブスクを一つずつ検討するより一度すべて書き出します。そしてこの1ヶ月で実際に使ったものだけを残します。いつか使うかもしれない。来月は見るかもしれない。解約するとそんな気がする。そう思うものほど一度止めてみます。本当に必要なら後から再契約できます。解約することは二度と使えなくなることではありません。一旦毎月の支払いを止めて本当に必要なのかを確認することです。二つ目は過剰な安心を捨てることです。ここでは保険や保証について考えます。保険はもしもの時に生活を守ってくれる大切な仕組みです。そのため全て解約すればいいという話ではありません。家族構成、働き方、貯金額、持病、住宅ローン、人によって必要な保証は違います。ただ、不安だからという理由だけで内容を理解せずに加入している保険は一度見直した方がいいと思います。何が起きた時にいくら必要なのか、公的な制度ではどこまでカバーされるのか、貯金で対応できない金額なのか、今の家族構成に合っているのか、加入した時と現在の状況は同じなのか、ここを整理します。保険は起こる可能性があるすべての不安を消すものではありません。もし起きたら自分の生活が壊れてしまう大きな損失へ備えるものです。スマートフォンが壊れた、家電が故障した、数万円の医療費が発生した、こういった支出まで全て月額の保証で備えようとすると、毎月の固定費が膨らみます。もちろん、数万円の出費でも家計が崩れる状態なら、保証が助けになることもあります。ただ、ある程度の現金があれば、自分で対応できることも増えます。月5000円の保険料を何年も払い続けるより、そのお金を生活防衛資金として貯めた方が安心できる人もいます。大切なのは、保険を減らすことではありません。自分が何に備えるためにお金を払っているのかを説明できる状態にすることです。説明できない契約があるなら、それは過剰な安心を買っている可能性があります。3つ目は、通信の重複を捨てることです。通信費も毎月の請求が増えやすい項目です。スマートフォンの回線、自宅の光回線、ポケット Wi-Fi、タブレット用の回線、通話オプション、端末の分割払い、クラウドストレージ、セキュリティサービス、一つずつは必要に見えます。しかし、同じ目的のために複数の契約をしていることがあります。例えば、自宅でインターネットを使うために光回線を契約し、外出先で使うために大容量のスマートフォン回線を契約し、さらにポケット Wi-Fi まで持っている。ほとんど電話をしないのに通話し放題のプランへ入っている。端末を買い替えるたびに使っていないオプションが追加されている。このような重複を整理します。僕は仕事でインターネットを使うので、通信環境は大切です。そのため何でも安いプランにすればいいとは思いません。通信が不安定になり、仕事が進まなくなれば、節約した金額以上の損失が出るかもしれません。大切なのは、自分に必要な通信品質を決めることです。僕の場合は、楽天モバイルとテザリングで十分でした。動画を長時間見るのか、パソコンで仕事をするのか、オンライン会議をするのか、外出先で大量の通信を使うのか、電話をどのくらい使うのか、必要な条件が分かれば、いらない契約も見えてきます。最安値を探すのではありません。同じ役割へ二重にお金を払わないことです。通信費は一度見直せば、毎月数千円の削減になる可能性があります。しかも、生活の満足度をほとんど下げずに削れる場合もあります。4つ目は、所有についてくる契約を捨てることです。物を買うとその代金だけを払えば終わりだと思いがちです。しかし、
持っているだけで固定費を発生させるものがあります。わかりやすいのは車です。車を持つと本体代だけでは終わりません。駐車場、保険、税金、車検、メンテナンス、ガソリン、ローン、毎月または毎年様々な支払いが発生します。もちろん車が必要な地域や仕事もあります。家族の送迎や通院など、車があることで生活が大きく楽になる人もいます。僕自身も車を持つことを全面的に否定するつもりはありません。僕は仕事用として黒ナンバーの軽自動車を持っています。考えたいのはそのものが本当に必要なのかということです。1週間に何回使っているのか、車がなくても暮らせる場所へ移動できないのか、タクシーやレンタカーの方が安くならないか、通勤のためだけに必要なら職場や住む場所を変えられないか、車の維持費だけを見るのではなく、車が必要な人生そのものを見直します。車以外にも所有することで契約を連れてくるものがあります。テレビがあれば受信設備に伴う費用や動画サービスが必要になるかもしれません。ウォーターサーバーを置けば毎月の水代やレンタル代が発生します。スポーツジムへ通うなら月会費だけではなく、交通費や専用の服も必要になります。高価なスマートフォンを分割で買えば何年も端末代を払い続けます。一つのものを持ったことで毎月どんな請求が発生しているのか、その請求を含めても持つ価値があるのか、ここを考えます。固定費は契約書の中だけにあるのではありません。所有しているものの後ろにも隠れています。5つ目は、高い生活水準を固定する契約を捨てることです。最後は家賃です。固定費の中でも住居費は大きな割合を占めます。ただし、家賃が高いからといってすぐに引っ越す必要はありません。家は毎日の生活を支える場所です。安いけれど落ち着かない。通勤に時間がかかる。スーパーや病院が遠い。騒音がひどい。家にいるだけでストレスがたまる。そのような家へ移れば別の支出が増える可能性があります。だから僕は最安値の家を選ぶより自分が機嫌よく暮らせる中でなるべく家賃の低い家を選ぶことが大切だと思っています。問題は現在の自分には必要のない生活水準を家賃として払い続けていないかということです。使っていない部屋がある。物を置くためだけの空間がある。通勤しなくなったのに職場の近くに住み続けている。見栄や住所のイメージだけで高い地域を選んでいる。昔の収入を基準に決めた家賃を収入が下がった後も払い続けている。このような場合は住まいを見直すことで家計が大きく変わる可能性があります。家賃を月1万円下げれば年間では12万円です。月2万円なら年間24万円です。毎日の100円、200円を我慢して作るにはかなり大きな金額です。しかも一度引っ越せば基本的には毎月自動的に支出が下がります。ただし、引っ越しには初期費用がかかります。退去費用、引っ越し業者、新居の契約費用、家具やカーテン。そのため、削減できる家賃と初期費用を比較して何ヶ月で回収できるのかを考えます。1年や2年で引っ越し費用を回収でき、その後も住み続ける予定なら検討する価値があります。そして住まいを選ぶときは、家賃だけではなく、他の固定費も一緒に考えます。駅や職場が近ければ車を手放せるかもしれません。スーパーが近ければ食費を整えやすくなります。家で快適に過ごせれば外出やカフェに使うお金が減るかもしれません。住まいは家賃だけを決めるものではありません。生活全体の支出を決めます。ここまで毎月の請求を捨てる5つの順番をお話ししました。使っていない契約を捨てる。過剰な安心を捨てる。通信費の重複を捨てる。所有についてくる契約を捨てる。高い生活水準を固定する契約を捨てる。ここで仮にサブスクで3000円、保険で5000円、通信費で4000円、所有に伴う固定費で8000円、家賃で1万円、
合計すると月3万円です。もちろん、すべての人がこの金額を削れるわけではありません。家賃を下げられない人もいます。保険が必要な人もいます。車がなければ生活できない人もいます。無理にすべてを捨てる必要はありません。一つでも二つでも自分に必要のない請求が見つかれば、それで十分です。月3000円でも年間では3万6千円です。月5000円なら年間6万円です。月1万円なら年間12万円になります。固定費を削減する本当のメリットは、節約した月だけお金が残ることではありません。何も頑張らなくても、翌月以降もお金が残り続けることです。食費を月5000円下げるためには、毎日の買い物や料理で意識し続ける必要があります。外食を減らすなら、誘いを断る場面もあります。電気代を減らすなら、毎日こまめに消す必要があります。でも、不要なサブスクを一度解約すれば、翌月もその次の月も請求されません。スマートフォンのプランを変えれば、毎月自動的に安くなります。家賃の低い家へ移れば、住み続ける限り効果が続きます。固定費削減は一度の判断によって未来の家計を変える方法です。そして月3万円の余白ができた後、そのお金を何に使うかも重要です。固定費を削った直後は生活に余裕が生まれたように感じます。すると、その分だけ別の支出を増やしたくなることがあります。通信費が安くなったから別のサブスクへ入る。保険を見直したから少し高い車へ乗り換える。家賃が下がったから外食を増やす。それでは毎月の請求を別の請求へ交換しただけです。僕なら固定費を削減して生まれたお金は最初に生活防衛資金へ回します。貯金がほとんどないならまず10万円。次に30万円。そして生活費の半年分ほどを目指します。現金があれば家電が壊れてもすぐにローンを組まずに済みます。病院へ行く必要が出ても支払いを恐れずに済みます。仕事が苦しくなった時も少し休む選択ができます。固定費削減のゴールは銀行口座の数字を眺めることではありません。毎月の支払いに追われない状態を作ることです。何もしなくても出ていくお金を減らす。急な出費に対応できる現金を持つ。収入が下がってもすぐに生活が崩れない。その状態ができれば、家計だけではなく、心にも余裕が生まれます。僕は生活費月11万円ほどで暮らしています。ただし、毎日細かい我慢を積み重ねて、無理やり11万円抑えているわけではありません。僕に必要のない契約や生活水準を小さくしてきた結果です。固定費が小さければ、月の途中で何度も残高を確認しなくても暮らしやすくなります。少し収入が下がってもすぐに赤字になりません。無理な働き方を続けなくても良くなります。そして本当に使いたいものには安心してお金を使えます。固定費削減というと、とにかく安いサービスへ乗り換える作業に見えるかもしれません。でも本当は自分にとって必要な生活を選び直す作業です。どんな家に住みたいのか、車は必要なのか、何に備えたいのか、インターネットを何に使うのか、どのサービスが自分の暮らしを豊かにしているのか、それを一つずつ考え、必要のない契約を捨てます。毎月3万円を新しく稼ぐことは簡単ではありません。でも、今払っている請求の中から必要のない3万円を探すことならできる人はいると思います。収入を増やす前に、まずは自動的に減っていくお金を止める。副業を探す前に契約一覧を見る。毎日の楽しみを我慢する前に1ヶ月以上使っていないサービスを解約する。それだけで家計の景色が大きく変わるかもしれません。ということで今回は月3万円は案外すぐに作れますというテーマでお話ししました。今回の内容を簡単にまとめると、一つ目は使っていないサブスクや会員費など今日から止められる契約を捨てることです。二つ目は保険や保証の目的を確認して過剰な安心を買っていないか見直すことです。三つ目はスマートフォンや自宅回線など
同じ目的へ通信費を重複して払っていないか確認することです。4つ目は、車やテレビなど所有することで毎月の契約を連れてくるものを見直すことです。5つ目は、家賃をはじめ現在の自分には必要のない生活水準を固定していないか考えることです。固定費を下げることは生活を我慢だらけにすることではありません。必要のない請求を減らして本当に大切なことへ使えるお金を残すことです。毎月あと3万円あればと思っている人はいきなり新しい仕事を探す前に自分の銀行口座やクレジットカードから毎月何が引き落とされているのかを確認してみてください。もしかするとまだ見つかっていない3万円がすでに家計の中に隠れているかもしれません。このラジオが少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価、コメントなどをいただけると嬉しいです。また僕の著書やノートなどは概要欄にまとめていますのでぜひチェックしてみてください。それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ミニマリスト田中でした。バイバイ。